内視鏡検査は全く苦痛がない検査ではありません。そこで、鎮静剤を使用することがあります。鎮静剤は必ず、使わなくてはいけないものではありません。ご希望を教えてください。この動画は、内視鏡における鎮静剤の使用について、より詳しく知りたい方に向けて作成しました。約6分半の動画となっています。使用するデータは、主に、2020年に日本消化器内視鏡学会から発行された内視鏡診療における鎮静に関するガイドライン第2版に基づいています。URL を概要欄に添付しているので、必要に応じてご参照ください。なお、ガイドラインの立場は、鎮静剤の使用には、患者の意思と同意が必要である。鎮静を推奨するものではなく、鎮静を実施する場合の適切な方法に関する指針を示す、とされています。この動画は、4days off により作成されています。4days off の代表である、森田洋平は、辻中病院の職員であり、概要欄の医療機関などから報酬を受けています。この動画では、ガイドラインを参考に、1、内視鏡検査で鎮静剤を使用するべきか、2、鎮静剤を使うと完全に寝るのか、3、鎮静剤は安全なのか、4、なぜ鎮静剤を使用すると車や自転車を運転してはいけないのかについてご説明します。1、内視鏡検査で鎮静剤を使用するべき？ガイドラインでは、胃カメラ、大腸カメラともに検査の受け入れや満足度を改善させ、検査、治療の成績向上に寄与するとされています。これは臨床研究の結果から患者様の検査に対する満足度、次に検査を受けるときの受け入れの意向などについて、鎮静剤を使用した方が成績が良かったこと。また、検査医師の満足度合いが高かったことから提言されています。一方で、鎮静剤の使用は様々な要因により決まるため、必ずしも言い切れるものでないとされています。特に、呼吸が浅くなる、血圧が下がるなどの有害事象があるため、使用については患者様の意向、施設の状況なども判断の材料とする必要があります。2、鎮静剤を使うと完全に寝るの？完全に寝かせてほしいと希望を受けることがありますが、残念ながら、それを約束することはできません。日本では、内視鏡検査時に、麻酔科医が直接管理を行うことは、ほとんどありません。したがって、内視鏡検査をしている医師、補助をする看護師が検査の作業を行いながら、鎮静の管理を行うことになります。そういった現状より、ガイドラインでは、内視鏡検査時に、中等度鎮静が推奨されています。中等度鎮静とは、呼びかけや刺激に反応する状態です。この状態であれば、呼吸、循環動態に影響が少なく、安全に検査が行えると考えられています。一方で、反応しない状態になると、呼吸が浅くなったり、循環動態が不安定になったりするため、安全に検査を進めることができなくなる可能性があります。つまり、内視鏡検査の刺激に対して、全く反応がない状態を作ることは危険であると考えられます。したがって、当院では、完全に寝る、絶対に苦痛がない、ということをお約束することができません。とはいえ、鎮静剤を使用すると、受け答えをしていても覚えていないということが多々あります。これは、健忘といい、鎮静の効果です。したがって、約束はできないのですが、一定の確率で、完全に寝ていた、全く辛くなかった、という効果が得られます。また、検査中は鎮静の効果や苦痛を確認しながら、必要に応じて薬剤を追加していきます。極力辛くないように工夫することはお約束します。3、鎮静剤は安全なの？鎮静は安全なの？という点も気になるところだと思います。当院ではガイドラインを参考に中等度鎮静を目標としております。また、ガイドラインで推奨されているように、意識、呼吸、循環動態を定期的にモニタリングしています。4、なぜ鎮静剤を使用すると車や自転車を運転してはいけないの？最後に、運転についての注意です。ガイドライン上に記載はありませんが、鎮静剤を使用した際は、自動車、自転車などの運転は禁止です。
鎮静剤の効果がなくなったと考えていても、判断が鈍っている可能性があるからです。運転した際は、道路交通法第66条、過労運転の禁止に抵触します。違反すると、5年以下の懲役、または100万円以下の罰金と、違反点数25点が課される可能性があります。また、車両等と定義されており、自動車だけでなく、自転車も同様に過料の対象となります。医療従事者に交渉される方も多いですが、法律なので医療従事者が許可することはできません。まとめです。内視鏡検査は人生で1回行えば終わりという検査ではありません。検査自体を辛いと感じると、検査を行うことに抵抗を感じ、適切なタイミングで行えなくなってしまうことがあります。こういった状況を回避するために、鎮静剤は有用な方法です。一方で、有害事象、運転の制限もあるため、患者様の同意が必要です。この動画を鎮静剤を使用するかの決定に役立てていただければ幸いです。ご視聴ありがとうございました。不明点などありましたら、スタッフにお声掛けください。